おはようございます。たかしです。本日は5月21日火曜日、ただいま8時19分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信してます。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在本日すでに上昇から入っております。昨日も強めの陽線になってますね。ここのところ結構強く上昇してきてますよね。先週木曜日は結構下髭をつけてそこからの急上昇。そして金曜日はさらに強く上昇。そして昨日昨日も強く上昇。そして以前から言ってますこの月足のラインを一旦抜けてきました。ただこれ月足のラインですので、このあたりという風に考えておきたいので、現在のこの上抜け、月足で見ると誤差の範疇ですので、だいたいこのあたりで一旦は止められてもおかしくないかなというところで、まずは現在ですと直近の高値200円ぐらいまで上がっていく可能性、それを上抜けるかもしれませんし、その手前で折り返してくるかもしれませんが、月足のラインが意識されるというところですので、このあたりでの乱高下、大きめのこういう上下の動きですね、そういうのは想定しておいてもいいと思います。もちろんここ上抜けてくるっていうことも十分考えられますので、現在はそれがどちらになるのか。基本的には今強く上昇してますよね。ずっと連続陽線で上昇してきてます。そしてマクディも強いですので、基本は上昇していって、まずは200円ぐらいまでの上昇。そこでダブルトップになって下落するのかどうかっていうところを見ておきたいですね。ストキャスティクスは高値圏にありますので、いつ天井をつけて下落してもおかしくないと思いますが、もうちょっとやはりターゲットが200円ぐらいにあるので、直近の高値ぐらいまでは上がってくるのかなと思います。そこでダブルトップになるのかどうかを見ておきたいですね。では4時間足です。4時間足は黄色のゾーンを描いてましたが、昨日そこを上抜けてきております。昨日ですと、ちょっとここのところ分かりにくい動きをしているんですが、この4時間足のローソク足、長い下髭の陰線が出てますが、このあたりがエントリーとしては分かりやすかったんじゃないかと思っております。GMMA の青帯もずっと上向きで、日足も4時間足も現在上昇トレンド中、そして直近の高値、ここですね、先週の水曜日ぐらいの高値も上抜けてきて、直近の戻り高値も上抜けている。そしてゾーンになっていた黄色のゾーン、この抵抗ゾーンも上抜けてきておりますので、やはりここからは200円ぐらい、現在ですとこのオレンジの水平線の200.5というところを目指して上昇していくんだろうなっていうことが考えられます。ただこちらもストキャスティクスは高値圏にありますので、日足、4時間足ともにストキャスティクスは高値圏にあるので、ここからのロングエントリーは優位性がありません。いつ大きめの調整下落をしてもおかしくないところにありますので、そう考えると4時間足ですとこの GMMA の青帯付近、197円ぐらいまで押しをつけてくる可能性は十分にあります。では1時間足です。昨日の動き、これ1時間足の GMMA に向けてじりじりと下落してきて、ここで長い下髭で一度タッチしに行ってますよね。そこからの上昇になってきております。基本的に波っていうのはジグザグと動きますので、上昇すれば下落する、上昇すれば下落する。なので昨日は上昇してきたので、本日は GMMA の青帯に押しをつけるような動き、そういう下落を待ってからの次の上昇の流れに乗っていけるといいかもしれませんね。1時間足もストキャスティクスは高値圏、つまり日足も4時間も1時間も今ストキャスティクスは全て高値圏にありますので、やはり一旦の調整の下落を待ちたいっていうのが今の相場です。ではドル円を見ていきましょう。ドル円の日足からです。こちらは三角持ち合いみたいな形を描いているっていうのを4時間足で描いてました。日足も分かりにくい動きをしてますよね。底堅い動きはしているんですが、ポンド円ほど上昇は強くないというところで、上値も比較的重い、かといって下がったところは買われやすいという、今日足の GMMA に沿った上昇トレンドを描いております。ストキャスティクスはもうちょっと上昇余地がありますので、本日直近のこの高値157円付近を上抜けるかどうかに注目です。マクディは弱いですので、157円を上抜けられずにダラダラと下落してくる可能性も十分あります。では4時間足です。4時間足はこの黄色の三角持ち合いを描いておりました。昨日若干上抜けてはきているんですね。ですのでこのまま上昇していけるのかどうかっていうところに注目です。直近の高値がこのピンクのライン付近 156.5 付近になりますので、まずはここを抜けられるかどうか。ここを上抜けてくるとオレンジの水平線ぐらいまで上昇する可能性が上がってきますが、ストキャスティクスは高値圏にありますので、そこはご注意ください。現在 GMMA の青帯は横ばいですので、基本的にはレンジですよね。今までの動きを見てもわかるように GMMA の青帯を挟んで上抜けたり下抜けたりっていうのを繰り返しておりますので、基本的には今、昨日はこれ上抜けてきてますけれども、もしかすると本日は再びここを下抜けてきて、
三角持ち合いの加減ぐらいまで下がっていくっていうことも考えられますので、その辺はご注意ください。では1時間足です。先ほど引いてあった4時間足のピンクのラインと1時間足でもう1本引いてます。ここはゾーンで考えておくのがいいですね。156.5 付近から 156.8 付近。この間っていうのはゾーンで抵抗になると考えておきたいです。ですので逆にこのゾーンを上抜けてくると上昇しやすくなりますし、このゾーンを上抜けられないと一旦下落していくだろうというふうに考えられます。トレンドとしては1時間足も上昇トレンド中です。1時間と日足は上昇トレンド、そして4時間は GMMA の青帯が横向きですので、方向感がなく動いておりますので、もしかすると1時間足の上昇トレンドっていうのは一時的で、再び4時間足がこの GMMA の青帯を上抜けたり下抜けたりしているっていう話を先ほどしましたが、今度下抜けるような動きになってくるのであれば、1時間足の上昇トレンドを崩してくるかもしれない。そうすると比較的大きく下落する可能性がありますので、本日はその辺を見ておきたいですね。このピンクのゾーンを上抜けてくるのか、それともピンクのゾーンが抵抗になって大きく下落するのかというところが本日の注目かなと考えております。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。こちらは7月からの新規入会の値上げを予定しておりますので、ご興味があれば6月末までのご入会がお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。